こんにちは、G のポッドキャストです。今日は2025年の2月20日です。皆さん、元気に過ごしましたか？今日は日本人の友達を作るコツについてシェアしていきたいと思います。日本人の友達を作るときは2種類あると思っていて、1つ目がまずあなたが日本に住んでいる場合です。日本に住んでいる場合は比較的に日本人の友達と交流しやすいと思います。例えばバドミントンのサークルに入ったり、地域のゴミ拾いのボランティアに参加したり、あとはアルバイトを始めたりすると自然と友達ができると思います。ですが、この趣味とかボランティアというのは日常生活レベルの日本語力や、あと中級以上の会話力が必要だと思います。もしあなたが言語に自信がない状態、例えば間違ったらどうしようとか、そういう不安を抱えている場合はエクスチェンジラングエッジに行くのを私はお勧めします。なぜならエクスチェンジラングエッジだとその国の言語に興味がある人が集まるので、ちょっとやそっとのミスでも全然問題ないです。私は2年前にオーストラリアのメルボルンに3ヶ月ほど滞在したことがあるんですけど、その時私の英語力はほとんどなくて、こんな感じでした。Hi, how are you? I'm G. I'm from Japan. ぐらいのこの英語力だったですし、注文するのもなんて言ったらいいんだろうみたいな、そういうレベルでした。なので私は英語にあんまり自信がなかったので、メルボルンにある日本語学校でエクスチェンジラングイッジをしていることを知ったので、1回500円払ってだいたい1時間ぐらい話すっていうのをやりました。エクスチェンジラングイッジ行く前はすごく緊張して、どんな人がいるんだろうみたいな気持ちだったんですけど、参加してみると言語に興味がある人が多いので、例えば日本の文化とか日本語に興味がある人が参加するので、だいたい総人数は20人ぐらいだったんですけど、私の感じのこのビギナーレベルの英語でも楽しく会話することができました。で、だいたい20人くらい参加してたんですけど、5人ぐらいずつテーブルに座って、なんか最近の話を自分の話したり相手に聞いたりするんですけど、その時は私は仕事がないのが悩みだったので、I have no job って言ってなんか知ってる情報あるみたいな感じで聞いたりして、その話で盛り上がって、特にオーストラリアはいろんな国の人が集まって仕事をしたり、時給が高い国なので仕事を求めて日本とか韓国とか、あとはアジアのマレーシアとかインドネシアの人も行ったりしてます。なので仕事が全然見つからないんですよね。私みたいな感じではい、How are you ぐらいのレベルだとやっぱりコミュニケーションがうまくできないので、仕事が見つかりにくかったです。で、その話をしたりとか、今最近仕事見つかりにくいよねとか、そういう情報の共有をして、現地に住んでるオーストラリア人とかもいるので、ちょっと情報を教えてもらったりとかして、いい交流の場になったかなと思います。そうやって顔を見合わせてお話しすることで、テキストとか電話とか、あとはオンライン上よりももっと深い信頼関係を築けて、もし波長があったりとか、この人面白いなと思う場合にはもっとどっかに遊びに行ったりとか、それをきっかけにできるのかなと思います。なのでもし
言語に不安がある人はエクスチェンジラングイッジをおすすめします。2つ目は日本に住んでいない場合です。日本に住んでいない場合はオンラインのエクスチェンジラングイッジアプリケーションで言語交換するアプリケーションが、たくさんあると思うんですけど、特に有名なのがハロートークとかですよね。正直私はあんまり使ったことはないんですけど、なのでどのアプリケーションがおすすめとかはちょっとよくわからないですけど、アプリケーションであっても目の前に人がいるとしても、大切なこの日本人は最初大切なその接触の仕方、コミュニケーションの仕方がありますので、3つこのコツをお伝えしようと思います。まず日本人と友達になるための1つ目のポイントは、自己紹介はできるだけ細かく行うということです。例えばなんですけど、私だったら、私は G と申します。日本出身です。今24歳で販売の仕事をしています。お父さんが韓国人なので、もっと韓国語を上手になりたいと思って韓国語を勉強し始めて4ヶ月が経ちました。なので韓国人の友達が欲しいです、みたいな感じで結構細かく自分の情報を伝えると相手に安心感が生まれて、テキストを受け取った相手も、あ、こういう人なんだというふうに分かると思います。もし情報量が少なくて、私は G です、日本出身ですだけだと、相手にとってはという気持ちになりやすいと思いますし、連絡とかも細かい方がたくさん返信率が高まると思います。2つ目は敬語を使うということです。日本人は初対面の時は必ず敬語で話します。はじめましてとか、好きな食べ物何ですかとか、よろしくお願いしますとか、敬語を使うことができると日本人にとっては信頼感が生まれて、もっと敬語を使うことができるともっと日本人の人と交流しやすくなると思います。そしてあなたの印象も好印象になります。同い年ぐらいであんまり敬語を使わなくてもいい人とかもいるんですけど、最初は敬語を使った方が好印象だと思います。あとは最後に共通の部分が多い人を探すということです。これは日本人の友達を作るにしても、外国人、その自分の国の友達を作るにしても言える共通のことだと思うんですけど、例えば私がコーヒーが好き、私韓国語が好き、2つのものがあったとして、私が友達になる時には、例えばコーヒーが好きな人とか韓国語を勉強している人と友達になると、もっと会話が弾んで楽しく会話できますよね。なので私は共通のものがたくさんある人と友達になることをお勧めします。どの国にいても友達を作るっていうことは簡単なことではないと思います。私もそんなに友達が多い方ではないですが、今私が伝えたようなコツを押さえてコミュニケーションすることで、あなたに日本人の友達ができて、もっと日本文化について知ることができたり、あとは日本語力を高めることができたらいいなと思ってこの話をシェアしました。では今日のテーマについてはこの辺で終わりたいと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいねと思った人はいいねとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。